この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日はホンダから発売されているフィットハイブリッドのインバーターを分解します。こちらです。結構重いですね。これは4代目フィットに搭載されているインバーターです。ハイブリッド自動車というとトヨタプリウスを思い浮かべる人が多いかと思いますが、ホンダを含めた各社がハイブリッド自動車を作っています。今日はホンダのハイブリッド車に搭載されているインバーターを分解して、過去に分解してきたトヨタや日産とどういった点が違うのかというのを確認していきます。実際の分解を始める前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。ハイブリッド自動車と一括りにまとめていますが、各社採用している方式は違います。ここで改めて各社が採用しているハイブリッドの方式を見ていきます。まずはトヨタです。トヨタでは THS2 トヨタハイブリッドシステム2と呼ばれるシリーズパラレル方式のハイブリッドシステムを採用しています。これはエンジンやモーターのパワーをこの真ん中にある動力分割機構を通して駆動輪に伝えて走行しています。低速時はモーター主体で走行して、高速時はエンジン主体で走行します。次は日産です。日産は e-Power と呼んでいるシリーズ方式のハイブリッドシステムを採用しています。このような構成となっていて、駆動輪につながっているモーターだけで走行します。一応エンジンもついているのですが、これは発電機を回すだけに使われます。この中ですと日産の e-Power が一番電気自動車っぽい方式です。ただこの方式ですとどの速度域もモーターで走行しなければならないので、モーターの効率が悪くなる高回転時、つまり高速道路を走行している時などはシリーズパラレル方式と比べると燃費は悪くなります。このあたりのデメリットなんかは以前動画で話していますので、興味のある人はぜひ見てください。そして今回分解するホンダです。ホンダも実は eHEV と呼ばれるシリーズパラレル方式のハイブリッドシステムを採用しています。ただトヨタ方式とは違ってエンジンを駆動輪に直結する方法を選んでいます。エンジンを駆動輪に直結するしないというのはこの間にあるクラッチで選択しているんですね。このハイブリッド方式よく見てみると、この赤い丸で囲んだ部分、実はシリーズ方式と同じです。エンジンが不得意とする低速域をこちらのモーターで走行して、エンジンが得意な高速域ではこのクラッチをつないでエンジン主体で走行する、そういった動作の切り替えをしています。具体的にどうしているかというと、一般道くらいの速度域ではシリーズハイブリッド方式を使ってモーター主体の走行となります。エンジンは主に発電に使います。高速道路などの速度域ではクラッチをつなぐことでエンジンと駆動輪を直接接続してエンジン主体での走行となります。これについてはシリーズパラレル方式というよりかはシリーズパラレル切り替え方式と呼んだ方が直感的かもしれません。トヨタや日産のハイブリッド自動車の詳細な動作やインバーターの分解が気になる方は概要欄にある過去動画をぜひ見てください。というわけでここからは実際にインバーターを分解していきます。とりあえず全体の構成を簡単に紹介して、その後にそれぞれの部品を詳しく見ていきます。まずは外観から見ていきます。製造は京浜となっているようです。アステモですかね。端子類がここから色々と入っています。ここは駆動用バッテリーの入り口ですね。バッテリー電圧は定格で 172V です。ハイブリッド車なんで電気自動車と比べるとバッテリー電圧は低めですね。電気自動車だとだいたい 400V くらいあることが多いです。こちらはエアコンであったり車内で使う電装品用の 12V の電源の出力です。このインバーターの中にバッテリー電圧を 12V に変換する DC-DC コンバーターが入ってるんですけども、その出力の端子です。上の方を見てみます。こちらです。これは主に信号をやり取りする入出力の端子です。このインバーター全体を制御する信号をやり取りしています。先ほどの 12V 端子の横に冷却水の出入り口があります。そして最後、こちらの平面部分です。こちらにモーターに接続するための端子があります。フィット eHEV ってモーター2つあるんですね。発電用と走行用です。それぞれにつながっていきます。外装についてはこんなところです。次は中身を見ていきます。天板を開けるとこんな感じです。
まずプリント基板が見えました。これはインバーターの制御に使うマイコンと、あとはパワー半導体をドライブするためのゲートドライブ回路が載っている基板です。こんな感じで裏面にも部品がたくさん載っています。その下にはパワー半導体モジュールがあります。ちなみにパワーモジュールとゲートドライブ回路の接続はハンダ付けでされていました。ここら辺はメンテナンスするときはパワーモジュールプラスプリント基板でまとめて交換するということでしょうね。こちらのパワーモジュールは専用の冷却機構が一体となった構造をしています。このパワーモジュールのあたりも後で詳しくお見せします。その下はフィルムキャパシターが入っています。日コン製です。静電容量と定格電圧の違った3つのキャパシターがこの中に入っているようです。上からアクセスできる部品は今見てきた通りです。次は下側の蓋を開けてみます。蓋を開けます。こんな感じです。まず目に入ってくるのはこちらのインダクターですね。非常に大きいです。なんかトヨタプリウスでも似たようなインダクターは入っていました。ここまで見てきてですね、大体の構成がもう分かっています。このインダクターと先ほどのパワーモジュール、そしてフィルムキャパシターを使ってバッテリー電圧を昇圧しているんでしょうね。インダクターを取り外してみます。インダクターを取り外してみると冷却水が流れる経路になっています。インダクターの裏側はフィン形状となっていて、より多くの表面積を稼いで効率的に水冷できるようになっています。インダクターの左にあるこちらの回路は、これはエアコンであったり車内で使うための 12V を作るための DC-DC コンバーターです。横から見てみると結構立体的な構造となっていますね。こちらの DC-DC コンバーターのモジュールも取り外すことができます。裏面はこんな感じで冷却水が流れる経路となっています。こちらの DC-DC コンバーターかなり大電流なので発熱する部品が結構あるんですね。それを効率よく冷却するために水冷方式となっています。ここまで簡単に分解してきましたが、実際の回路構成はこちらです。172V のバッテリーがあって、昇圧とバッテリーへの充電を制御する双方向 DC-DC コンバーターがあります。そしてそれが2つの3層インバーターにつながるといった構成です。フィルムキャパシターは 270V、340マイクロファードがこの部分で、624V の方がこちらにあります。3層インバーターの先には駆動用モーターと発電用モーターがつながります。また車内で使う 12V の DC-DC はこの部分にあります。動作としてはですね、ここのクラッチが閉じているか開いているかで変わります。この eHEV のですね、動作の鍵はここのクラッチが閉じているか開いているかです。例えば動作として低速時なんかはバッテリーからの電力だけでモーターを回して走ります。バッテリー残量が少ない時はどうするかというと、エンジンを始動してそこに接続されている発電機で発電します。発電された電力はモーターを回すのと、そしてバッテリーを充電するのに使われます。高速走行時なんかはこちらのクラッチを直結してエンジンの力主体で走行します。この状態で実は発電もできてしまいます。こちらの発電機で発電するか、それともエンジンの力で走ってるんですけども、あえてモーターを回生させて車輪からエネルギーを回収してバッテリーを充電するかのどちらかです。これは多分発電効率の高くなる方で発電していると思います。一見の動画を見ている視聴者ならこの構成をどこかで見たことがあると思います。そうです。トヨタハイブリッドシステム2が採用しているパワーコントロールユニットの構成にそっくりです。プリウスのインバーターを分解した過去動画を見てみると THS2 もやはりバッテリー双方向 DC-DC コンバーター、2台の3層インバーター、そしてこちらには書いていませんけども DC-DC コンバーターを使っています。ここで各社が採用しているハイブリッドシステムをもう一度見てみます。ホンダの eHEV やトヨタの THS2 は低速域についてはモーター主体で、高速域はエンジン主体で走行します。その時バッテリーで消費する電力っていうのはそこまで多くないんですね。なのでバッテリー電圧は低くなってしまうんですけども、バッテリーを使う個数を少なくして双方向コンバーターで 600V 近くまで昇圧するということをやっています。この双方向コンバーターで電力損失は発生してしまうのですが、そこは許容しているということです。ここにも出ているように、フィットは 170V 程度のバッテリー電圧を双方向 DC-DC コンバーターを使って、双方向コンバーターの昇圧モードで最大 570V まで昇圧します。プリウスのバッテリー電圧は 200V 程度ですが、やはりこちらも 600V 程度まで昇圧しています。
一方で日産 e-POWER はモーターだけを使って走行します。一般的にモーター巻き線に使う銅の量を削減するため、モーターの電圧は高くして流れる電流を小さくします。例えば日産ノートは e-POWER を採用していて、バッテリー電圧は 296V です。また e-POWER にはこの部分に双方向コンバーターは入っていません。この 296V というバッテリー電圧だけでモーターを回しています。例えばなんですけども e-POWER のバッテリーのこの部分に双方向コンバーターを入れて昇圧するとします。そうするとかなりの大電力がこの双方向コンバーターを出たり入ったりするので、ここでの損失が非常に大きくなってしまうんですね。なのでバッテリーの電圧を少し高めに設定しているわけです。こういったところからも各社どういったことを意識してインバーターを設計しているのかがわかります。ここからはそれぞれの部品について詳しく見ていきます。まずはインバーター部分のプリント基板です。こちらはインバーターの制御を主にやっている基板です。その制御にはルネサス製のマイコンが使われていました。やっぱりルネサスはよく使われていますね。モーターと発電機用でそれぞれ一つです。こちらに絶縁電源が並んでいますね。パワー半導体それぞれに用意されています。ちょっと向き変えると、パワー半導体は上側アームと下側アームがあるのですが、下側は絶縁トランスは共通で、上側は個別の絶縁トランスを使っています。次に基板の裏側を見てみます。裏側にはローム製のゲートドライブ IC が並んでいます。あとは電流検出用のホールセンサーです。次はパワー半導体モジュールです。このように全部一つにまとまったパワーモジュールを使っていました。3代目プリウスも同じようなパワーモジュールを使っていましたね。プリウスは4代目からはパワーカードを使った両面冷却のパワーモジュールを使うようになりました。確かにパワーカードの積層構造の冷却の方が小型になっていましたからね。中にはパワー半導体のチップが見えています。ゲル状の封止剤で湿度防止されています。こちらのパワーモジュールなんですけども RC-IGBT を使っています。これは一つのチップの中に IGBT と逆並列接続されたダイオードが入っているものです。こちらのチップ表面が見えていますが、銅のバスバーとチップが接合している面が IGBT のエミッタ側です。こちらチップがたくさん並んでいますが、実はチップの面積ですね、結構違っているんですね。こちらの上半分が上側のアーム、下半分が下側のアームです。こちらの真ん中の部分は双方向コンバーターで使っているものです。上下でチップの数とチップ自体の面積も違っていますね。そして左右それぞれ3列分ありますが、これは3層インバーターで使っている部分です。この部分で1つの3層インバーター、そしてもう一方の部分でもう一つの3層インバーターを構成しています。左右のどちらかがモーターと発電機に使っているのかはわからないのですが、右側のチップ面積の方が広くなっています。ということは、より大電流を流す方にチップ面積の広いものを採用しているのかと思います。裏側を見てみると、こちら冷却器です。この部分に3層インバーターの出力端子がありますが、その部分をよく見てみると鉄芯が仕込まれています。双方向コンバーターのバスバーのところにもあります。これは何に使っているかというと、基板の方についているホールセンサーと一緒に使われるものです。単純に電流検出のために使っているということですね。こちらの冷却器の方に話を戻します。冷却水が通る穴がパワーモジュールの方にも開いていますが、まず水はどこを通るかというと、この本体のアルミの部分からパイプを通ってきます。そこにパワーモジュールがこういう風にかぶさって、パワーモジュールの中を冷却水が駆け巡っていくと。そしてもう一度アルミ本体の方に戻っていきます。そして冷却水はこの本体裏側の方からこちらから通っていきます。この冷却水の経路にあるのがこちら。インダクターです。結構重いですね。先ほど見た通り裏面が冷却フィンになっています。そして DC-DC コンバーターです。これも裏面に冷却フィンがあります。次はインダクターです。体積をなるべく小さくして密度を高く巻くために平角線を使っています。こういった直流部分のインダクターで平角線を使っていないものを探す方が難しいと言えるほどみんな平角線を使っています。かなりの大電流が流れる部品で発熱しますので、熱を効率的に拡散しつつ、重い部品で振動も気になるでしょうから、シリコン系の材料が充填されていました。ちょっと硬めではありますけど、弾力性があります。裏面は冷却水の流路になっています。表面積を増やすためのフィンがありますね。こういった形状なんかも色々と最適化されているんでしょうね。
そして最後は車内の 12V 系の機器に使う DC-DC コンバーターです。こちらは駆動用バッテリーのラミネートバスバーなんですけども、こういう風に来て接続されます。駆動用バッテリー電圧 172V なんですけども、それを 12V、14V くらいまで高圧するものです。こちらの DC-DC コンバーター、横から見てみると結構立体的な構造をしています。組み立てるの難しそうですよね。一番上の層のプリント基板なんですけども、これは制御系の部品なんかを乗っけている部分ですね。この部品 TB11579 という IC 部品を使って制御しているかと思うのですが、どこが作っている部品かはわかりませんでした。こちらのプリント基板では背の高い部品はシリコーンで固定されていました。塗り方なんかもかなり均一なのでロボットとか使ってそうですね。一番上のプリント基板を取り外すと、プリント基板がさらに2枚見えます。こちらの基板から出た信号を受け取る部分はコネクターは使っていないで、こういったですね、部品が使われていました。バネのような形状になっていて、基板の変異であったり、振動なんかを吸収できるようになっています。こちらにフィルムキャパシターが6個並列接続してあります。こんな感じで取り外せるんですけど、あんま見ないやり方ですよね。この部分でプラスマイナスで接続されています。こういったモジュール構造にすることで、組み立てを少しでも楽にするということでしょうか。この基板の真下にはパワー半導体があります。こういう風に取り外してみますか。板バネで固定する方式を採用しているようです。ここら辺結構組み立てるの大変そうですね。こんな感じでネジを外して板バネを抜き取るっていうか、そんな感じですね。こちらのインフィニオンのディスクリートパワー半導体です。結構大電流なものが使われています。先ほどのパワー半導体の後には高圧するための変圧器プラスインダクターがあります。こちらもフェライトコアがあるんですけど、やはりバネで押さえつけるタイプを採用しています。ネジを締め付けるだけで規定のトルクでしっかりと締めてくれるので、なかなか便利ですよね、こういうのは。はい、こちらがフェライトコアです。こちらのフェライトコアというよりかは、この変圧器全体が発熱するので、こちらのアルミにしっかりと押さえつけられていて、そしてその間に熱伝導グリスでもしっかりと熱が伝導するように工夫されています。この後さらに進んでいくと、こちらの整流回路の基板が見えてきます。これは三元電機のショットキーバリアダイオードを使っています。2並列で合計4個使っています。この基板だけ実はアルミ基板なんですね。わかりますか？いくらショットキーダイオードを使って順方向電圧を減らしたといっても、数十アンペアから100アンペアくらい流れる部分です。通常の基板ですと発熱を逃がすのもかなり厳しいと思うので、熱伝導の良いアルミ基板を使っている。そして熱を効率よく逃がすということでしょう。この辺りの DC-DC コンバーターの設計なんかは4代目プリウス、5代目プリウスの方がより洗練されてるかなと思いましたね。特に5代目プリウスなんかはかなりですね、洗練されています。ただ発売時期なんかも考慮すると、こちらのフィット発売されたのが2020年です。5代目プリウスが2023年発売なので、こんなもんかなといったところではあります。多分次のモデルチェンジで大幅に変わってくる可能性もありますので、その時どういう風な設計になるのかは正直言ってかなり楽しみです。まとめに入る前に一見の講演情報の紹介です。どうぞ。皆さん今年もテクノフロンティアの季節がやってきました。2025年7月23日から25日の間、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大級のメカトロニクスとエレクトロニクスの専門展示会です。今年はテーマごとに13の展示会が同時開催されるほか、各種講演やセミナーなど無料で参加できます。一見もテクノフロンティア公式アンバサダーとして参加します。主催者セミナーへの登壇のほか、昨年の一見ラウンジをさらにパワーアップしたものを開催します。かなり力を入れている部分なので、ぜひ来てほしいです。また今年は一見もブースを出す予定です。その名も初めての EMC 入門。見て聞いてわかるノイズ対策第1弾です。EMC やノイズはそもそも何なのかというものを展示を使って分かりやすく解説していく企画です。ぜひ立ち寄ってみてください。メーカーの R&D、設計、製造担当、学生の方、テクノフロンティア2025にぜひお越しください。詳細については概要欄のリンクから確認お願いします。
はい。というわけで、4代目フィットのハイブリッドモデルのインバーターを分解してきました。分解する前から回路構成はかなり気になっていたんですけども、バッテリーの電圧を双方向コンバーターを使って昇圧して使うタイプのもので、トヨタハイブリッドシステム2に採用されている構成とほとんど同じでした。各社のインバーターを分解して比べてみると、共通点であったり違いなんかが一目でわかります。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントもしてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。